皆さんこんにちは、みさとです。ここは阪和線の美松園駅です。この駅は阪和線のどこにあるかというと、天王寺駅の隣になります。快速電車が停車しない普通のみ止まる駅です。今回はこの駅から大阪近郊区間の大回り乗車をしてみます。大回り乗車というと、前回もこちらの動画でやっていますが、前回は兵庫県、大阪府、滋賀県と大阪近郊区間の北半分がメインのようなコースでした。今回の大回りは全く通らなかった和歌山県、夜に少しだけだった奈良県を絡ませていこうと思います。今回スタートの美松園駅、近くには近鉄南大阪線が走っています。ちょっと北へ行くと、こちらは大阪阿倍野橋駅の隣のこぼれ口駅があり、地図で見るとこんな感じ。こちらの周辺地図を見ていると、学校が多いのがわかります。平日にこの時間帯に来たら、生徒さんたちでいっぱいのような気がします。さて今回の切符ですが、天王寺を通り越して新今宮までの140円区間にします。券売機で切符を購入。こうして140円区間の乗車券を買いました。ということで改札内に入ります。これから新今宮駅に着くまで改札口から出られません。7時43分発の秀の行き普通列車に乗ってみましょう。お盆期間中のため車内のお客さんは少なめです。ということで今回の大回り乗車のスタートです。この先南田辺、鶴岡、長井、我孫子町と高架の区間が続きます。杉本町です。お出口は右側です。次の杉本町駅の手前で高架を降りて地上駅の杉本町に停車。この駅で4分間停車して関空快速、紀州路快速を退避します。停車の時から見えていた左側に見える保線車両用の側線ですが、かつての阪和貨物線の名残のようです。大和路線の久宝寺と上の間につながっていた阪和貨物線。杉本町を発車の際に見える伏線の間にある中線は、和歌山方面からの列車が阪和貨物線へ出発するための待機線だろうかと想像しました。次は堺市須田市です。お出口は左側です。杉本町から2つ目の堺市駅で降りてみます。この駅ですぐ後に来る関空快速、紀州路快速に乗り換え、快速の2つ目の停車駅、大鳥で降りました。快速はこの駅で特急くるしお1号に道を譲ります。旅の始まりから乗ったり降りたりを繰り返していますが、今回の旅はもともと土芸術ダイヤで予定を立てており、本来は美松園から和歌山行き普通列車を乗り通す予定でした。平日ダイヤだとその列車がないので、こうして時間を調節しています。京城駅舎の大鳥駅、改札内にうどん、そばのお店がありました。大回り乗車の際の食事にも利用できますね。大鳥駅といえば、阪和線の支線の羽衣線が分岐しています。羽衣線のホームはこんな感じ。日中でも15分間隔で列車が走っています。こんなカーブを描くホーム。当然、列車とホームの間には隙間が広くできるので、こんな表示があります。大回り乗車に戻りまして、8時21分発の秀の行き快速に乗車します。あと10分待てば、紀州路快速和歌山行きが来ますが、お盆休みのこの日でももう少し混んでそうな気がするので、秀の止まりの列車なら空いているかもしれないと乗ってみることに。案の定空いていました。東岸和田駅で4分停車。この駅で特急はるか7号を退避します。次の熊取駅を発車。車内を見渡すと私以外誰も乗っていませんでした。こうして8時45分、
日根野駅に到着。駅到着後、この車両は日根野の車庫に入る感じですね。次は8分待ちで和歌山行きの紀州路快速に乗ります。待っている間に関空快速と紀州路快速が連結して天王寺方面に発車していきました。こうして紀州路快速和歌山行きが到着。今度こそこれで和歌山まで乗り通します。切り離された関空快速が先発して2分後の8時53分、こちらの和歌山行きが発車です。日根野から先は快速といっても各駅に停まります。和歌山まで30分強かかります。車窓は大阪府下といっても田園風景が広がります。山あいに入った山中谷駅、大阪府はこの駅まで、次の紀伊駅までの間に和歌山県に入ります。トンネルを抜けると坂を下って行きます。木々の向こうに和歌山平野があるのですが、動画ではわかりませんね。坂をだいぶ降りてきてようやく視界が開けました。和歌山県で一番北にある紀伊駅、そして六十田駅を過ぎると紀の川を渡ります。かつて和歌山線と乗り換え駅だった紀伊中之島駅を発車すると、次は終点の和歌山駅。紀勢本線の末端区間と和歌山線の線路が見えて和歌山駅構内へ。9時24分、和歌山駅に到着です。次の列車まで30分近くあるので改札内をうろうろします。一番乗り場では9時50分発の特急黒潮12号が停車中なのですが、この日は南海トラフ地震臨時情報が夕方まで出ており、黒潮は和歌山以南は運休中。本来なら止まっているはずがない9時半頃に黒潮がいたという状況でした。さて、ここには大回り乗車をしている時の疑問と言っては大げさですが、中間改札があります。和歌山線の7番、8番乗り場の中間改札です。ここには自動改札がありますが、大回り乗車中は中間改札の自動改札機に切符を入れると運賃不足になるはずです。すみません。大回り乗車してるんですけど。この時は駅員さんを見かけたので、大回り乗車中ですとはっきり伝えて自動改札を開けていただきました。普段は無人なので、インターホンで要件を伝えてカメラの部分に乗車券を提示する形なのでしょうね。和歌山線の列車の入線です。9時55分発の和歌山線の王子行き。8番乗り場の隣は和歌山電鉄のホームで多摩電車がいました。1番乗り場から黒潮12号が発車。その5分後にこちらの王子行きも発車です。左手に先ほど乗ってきた阪和線の線路が見えます。紀勢本線の末端区間の和歌山市方面の線路も分岐していきます。さて、この和歌山線は奈良県の王子駅まで 87.5km もある比較的長いローカル線です。一部和歌山から五条駅までの快速列車はあるものの、ほとんどが普通列車で全線乗り通すと2時間半ほどかかります。和歌山から王子方面へ向かうのであれば、阪和線で天王寺へ出て、大和路線の快速で行けば1時間40分もあれば着いてしまいます。運賃は和歌山線経由で行く方が距離も短くて安いのですが、ここは大阪近郊区間に入っているので、天王寺経由でも安い和歌山線経由の運賃で済みます。そんな長くてゆっくりな路線の和歌山線ですが、所要時間の長さから正直言うと退屈感も否めません。大回り乗車でも和歌山線を入れると所要時間の長さゆえ他の路線を回る時間が減ってしまうので、前回の大回り乗車では乗っていません。今回はあえて乗っているので退屈とは言わずに楽しみたいと思います。と言っているうちに列車は船戸駅に停車。ここで列車の行き違い待ちです。船戸駅の次は岩出駅。ここで紀の川を渡ります。岩出駅は和歌山駅から快速電車が最初に止まる駅です。岩出市の代表駅で乗降者数もそこそこ多く、
最近はバリアフリー対応な跨線橋ができたりしています。車窓は左側には田んぼや宅地が多く、奥には泉山脈が見えます。和歌山駅から33分で小川駅に停車。古いレール鋼材と木製の跨線橋が現役です。小川の駅は快速列車の和歌山駅から3つ目の停車駅で、この先は各駅停車になります。ラテの駅は木造の古い駅舎。駅の開業は明治34年だそうですが、開業当時のものかもしれません。右車窓に紀の川が近づいてくると西加世田駅。和歌山線は紀の川沿いを走る割にはほとんど川沿いには走りません。右側の車窓には紀の川のすぐそばまで山が迫っており、その奥の方には高野山、さらに奥は紀伊山地が続きます。明治駅では和歌山駅と行き違い。和歌山線では交換可能駅とホーム一つの停留所の駅がおおむね交互に設置されています。築堤を走り、少し見晴らしの良い風景を見て、高野口駅に停車です。こちらの駅舎も明治時代の開業当時のままの様相です。高野口の駅名の通り、かつては高野山山系の玄関口でした。現在ではこの駅から2駅目の橋本駅から南海高野線が出ているので、高野線はそちらがメインルート。メインルートでなくなりましたが、木造の駅舎、ホームの上屋などから、かつては多くの参詣客で賑わった名残があります。高野口駅から7分、複線の南海高野線の線路が見えてきたら橋本駅です。ピントが合っていませんが、橋本駅では8分間の停車です。ここでようやくホームに出てみます。無人駅でホームに出ると改札を出るのと同じなので、無人駅の多い路線に乗るとなかなかホームに出られなかったりします。駅舎がある一番乗り場に行ってみました。久しぶりに見る自動改札機です。南海の橋本駅は跨線橋の途中に改札口がある橋上駅舎になっています。以前は共同使用駅で、三重県の松阪駅や津駅のように JR 近鉄が改札を共用しているケースと同じでしたが、今では改札口をそれぞれ個別に設置と改められています。再び旅を続けます。津田駅で対向列車と行き違い。この駅までが和歌山県になります。この落合川が県境で、ここから奈良県に入ります。奈良県に入って最初の駅、大和二見駅。この駅からはかつて川端貨物船が分岐していた駅で、駅前のこの辺りが廃線跡です。大和二見駅も以前は行き違いができる駅でしたが、今では線路が剥がされ、停留所な駅になっています。次の駅は五条駅。この駅で9分間の停車。五条駅はこの夏の高校野球の奈良県代表だった智弁学園の最寄り駅です。案内を見ていると、9月から改札口の対応時間の変更と緑の窓口営業終了のお知らせが。緑の窓口はどんどん数を減らしていきますね。ちなみにこの日は吉野川祭りが開催ということで、臨時列車も運転されていました。吉野川とは和歌山県で紀の川と呼ばれていた川の奈良県での名前です。時間が来て五条駅を発車。五条駅は窓口営業が縮小されていますが、駅構内はこんなに広い大きな駅です。五条の次は北内駅。以前はスイッチバックだった駅ですが、廃止されて今はホーム跡と信号機器室が以前の駅の面影を残しています。車窓に見えているのは京奈和自動車道です。和歌山線の高田から和歌山までおおむね並行しています。京奈和自動車道は無料の高速道路。沿線の人口減少もあるのでしょうけど、この高速道路も和歌山線の乗客数に少なからず影響を与えているでしょうね。しばらくして右車窓を気をつけて見ていると、近鉄吉野線と薬水駅が見えます。薬水駅を過ぎると吉野線も一旦離れて行きます。そして吉野口駅に停車。近鉄吉野線との乗り換え駅です。
結構な人数の方が降りていかれました。この駅で行き違い待ちで8分停車。ホームに降りてみます。近鉄吉野線も行き違い待ちで停車中。和歌山線と時間を合わせているようで、相互に乗り換えができます。阪大列車の和歌山行きが来て、こちらも発車です。次は脇上。次の脇上駅は反対側のホームに昔からの駅舎がありますが、こちらに真新しいこじんまりとした駅舎が。跨線橋が古くなって改修に手間がかかる。バリアフリーにも対応したいということで、最近は跨線橋を解体して反対側ホームに改札口を新設というケースもあちこちで見受けられます。反対側に行くには駅外の踏切を渡る必要がありますが、駅自体はバリアフリー対応になりますね。こちらは五世駅。この駅も反対側ホームに駅舎がありますが、こちら側に改札口が新設されていました。この改札口を出てまっすぐ歩くと向こう側に近鉄五世駅が見えます。乗り換え客に便利そうですね。桜井線が合流してきて12時7分、高田駅に到着。和歌山駅から 76km、2時間と12分かかりました。ここで今回の大回り乗車のコースは乗り換えです。次に乗るのは12時25分発の桜井線、万葉まほろば線経由の奈良行き。発車まで時間があるので高田駅を散策。一番乗り場にある高田駅記念物。高田駅開業以来の明治の跨線橋がここにありましたが、昭和60年、和歌山線、桜井線の電化に際して、おそらく高さが架線設置に問題あったのでしょう。新しい跨線橋を王子型に別に建設し、解体されたそうです。解体された跨線橋の一部のみが残されて当時を忍ばせますね。ちなみに新しい跨線橋はその後高田駅が橋上駅舎化され、しばらく共存されていましたが、解体されたのでそちらも残っていません。さて一番乗り場ですが、日中は使われておらず、次の列車は16時。間違えてお客さんが行かないように案内表示がされていました。時間が近づいてきたので列車に向かいます。先ほどからの和歌山から高田までの駅、結構な駅の数でした。王子からの列車の到着を待って奈良駅は発車です。桜井線経由で高田から奈良までは 29.4km、40分の旅です。最初の停車駅は金橋駅。この駅から500メートルほどのところにイオンモール橿原アルルがあり、中高生ぐらいの車はまだ運転できないであろう子たちが降りて行きます。日中の列車は1時間に1本ですが、遠方からイオンに遊びに行くには貴重な足でしょう。金橋を出ると車窓右に大和三山の一つ、畝見山が見えて、その手前は古い町並みで知られる橿原市の今井町になります。そして畝見駅に停車。木造で貴賓室があり、とても雰囲気のある駅舎があります。一時は駅舎の建て替えで話が進んでいましたが、最近の話ではこの駅舎の保存活用を視野に入れて橿原市が動きを見せています。良い形で話がまとまると良いですね。畝見駅を出ると左車窓に大和三山の耳なし山が見えます。右車窓には平べったい感じのかぐ山。畝見山、耳なし山、かぐ山で大和三山と言われています。かぐ山の駅舎は小さく小綺麗な駅になっていました。まもなく近鉄大阪線と並走して桜井駅に着きます。近鉄の桜井駅は桜井線より後に開業で、桜井線をまたぐため高架上にあります。奈良から桜井までの区間運転の列車もあり、桜井駅はそこそこの規模があります。ここまで東向きだった桜井線は北向きにカーブを曲がりながら近鉄大阪線の高架下を抜けます。次の三輪駅は大三輪神社の最寄り駅。初詣時期などに使われる臨時改札口も見えますね。駅を発車して高さが 32.2 メートルもある大鳥居が見えます。
卑弥呼の墓との説もある箸墓古墳を右手に見て牧向駅。この付近は山辺の道が近くにあり、桜井線の車内を見ても山辺の道を歩かれるらしいお客さんの姿も見かけます。柳本駅。行き違いの電車がかぶさっていて見えませんが、この駅は駅舎を天理市に譲渡されていて、観光地域交流センターと食堂があるそうです。長良です。独特の屋根の建物が見えるようになってきたら天理市の中心が近いです。こうして高架駅の天理駅に停車。この駅も1階に近鉄天理駅があり乗り換えができます。西名阪自動車道の高架下を抜けます。12時55分に一ノ本駅を発車。残すところ桜井線の旅もあと10分となりました。次は帯こちらは帯時駅。桜井線は個性的な駅名が多い路線です。この駅から徒歩5分のところに安産祈願で名高い帯時寺があります。車窓を見ると東大寺の後ろ側にある若草山が見えてきました。今日の終わりと書いて京橋駅。平城京の端にあるという意味ですね。ここの駅舎も奈良市に譲渡されてリニューアルされています。観光案内所やカフェのある駅になっています。次はということで次は終点奈良駅。奈良駅が高架化されて桜井線も途中から高架線を走ります。大和路線の線路が近づいてきて奈良駅に到着です。ということで奈良駅、美松園駅を7時43分に出発。165.2km を5時間22分かけてたどり着きました。動画の方がちょっと長くなってきたので、今回の動画はここまでにさせていただきます。大回り乗車の旅は次回に続きます。お楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。